このビデオの親愛なる友人の皆さん、エズチェーンのようなプロジェクトについてお話ししたいと思います。EZ チェーンプラットフォーム。概要。2015年7月のイーサリアムメインネットの立ち上げ以来、暗号通貨の最初の重要な波、2017-2018は、スマートコントラクトプラットフォーム、別名レベル1ブロックチェーンの開発を目的とした ICO、分散型アプリケーション。第2波、2020年は、分散型金融アプリケーション、AMMDEX、暗号貸付及び銀行。3番目の波、2021は、NFT とブロックチェーンブームを見ました。ブロックチェーンと暗号通貨の最初の大量導入としてのゲーム。そしてメタバース。ブロックチェーンと暗号空間は驚くべき結果を達成しました。近年の成長ですが、多くの問題と制限がまだ存在します。例、スケーラビリティ、チェーン間の互換性。多くの人々は、ブロックチェーンは単なる破壊的技術ではないと信じています。および基盤となるテクノロジー。ブロックチェーンはインターネットに、例を作成します。様々な資産を保存及び転送できる価値のあるインターネット。境界や摩擦のないデジタルプラットフォーム。真のデジタルの新時代。エコノミーとシェアリングエコノミーは、ブロックチェーンが全てに拡張されたところから始まりました。ゲーム、デジタルアート、e スポーツ、ソーシャルメディア、コマースなどの業界、金融、e コマース、不動産など。このドキュメントでは、マルチチェーン及びハイブリッドプラットフォームである EZ チェーンについて説明します。他のティア1プラットフォームの中でも、AZ チェーンは水平及び垂直を提供します。スケーラビリティ、クロスチェーン互換性、及び複数を作成する柔軟性、分散型アプリケーションまたは特定のプライベートサブネットのクラス。開示、このドキュメントで提供される情報は暫定的なものであり、いつでも変更される可能性があります。EZ チェーンプラットフォーム02、EZ チェーンプラットフォーム03、1、ブロックチェーンプラットフォームの概要。近年、ブロックチェーンは人気のあるテクノロジートレンドになっています。様々な業界でのアプリケーションの見事な見通し。特に、暗号通貨は現在、世界の金融市場でその名前を書いています。多くの伝統的な金融機関は、ビットコイン、イーサリアム、および次のようなトップコインに投資してきました。シェーズ・オブ・グレー、2020年初頭からのマイクロストラテジー。未開発および開発中。アジア、アフリカ、南米の国々は、未発達の決済及び銀行システムを改善及び開発するための画期的なテクノロジーを探しています。我々、適切な EZ チェーンアーキテクチャとテクノロジーを決定するために、スペース内の最新かつ最も複雑なブロックチェーンフレームワークとアーキテクチャ設計を調査します。1、1ブロックチェーン世代。機能性とに関連するブロックチェーンの世代として、従って、ビットコイン、同時コイン、ステラ、IoTA などを最初のものとして分類できます。世代。ブロックチェーンは、0、またはレア0は、分散型台帳プロトコルのみを提供します。一つの独自の資産と決済レベル。それは二重支払いの問題を解決します。分散型台帳テクノロジーと分散型コンピューティングの使用。ネットワークとそれに続くコンセンサス。本質的に、ブロックチェーンは、例テクノロジー、モード、ピアツーピア分散化、ウォレットソフトウェア、マイニングが含まれます。ブロックチェーンの機能を維持するための掘削リグ。ただし、第一世代は、スケーラビリティとアプリケーションが非常に制限されています。ブロックチェーンは、例の概念に基づいて、ブロックチェーン2、例に焦点を当てています。2015年のイーサリアムメインネットの成長について、スマートコントラクトを搭載したイーサリアムは、他の分散型アプリケーションまたは D アプリを構築するためのフレームワークとして作成されました。これにより、開発者が実装できるようになり、競争の場が広がりました。オープンソースのイーサリアムブロックチェーンでのスマートコントラクト、権限。これにより、分散型ファイナンス、DeFi が作成されました。自立組織、DAO、イニシャルコインオファリング、ICO 及びファンジブルトークン、NFT イーサリアムは、スマートコントラクトの概念を開拓し、ブロックチェーン計算、つまり、レイヤー0上で実行されている仮想マシン、EVM、分散型コンピューティング環境でチューリング完全性を提供し、
レイヤー1として知られるスマートコントラクトプラットフォームの時代の到来を告げる。様々な種類のトークンと暗号資産を発行及び交換できます。カルダーノ、EOS、バイナンス、スマートチェーン、ソラナ、テラ、その他多くはブロックチェーン2、0世代に属しています。ポリゴン、オプティミズム、セラーネットワークなどのレイヤー2プラットフォームの場合も同様です。それでも、レイヤー2ブロックチェーンは、イーサリアムなどのスケーラビリティの問題を解決します。本質的に、ソブリンブロックチェーンに、例は、依然としてクロスチェーン互換性の問題に直面しています。チェーンは互いに分離されています。EZ チェーンプラットフォーム04、1、2ブロックチェーン、大きな問題と解決策。ブロックチェーン3、例は、クロスチェーン相互運用性の概念によってマークすることができます。システム、例えば、スプリットチェーン、イーサリアム2、例、ハーモニー、ニアープロトコル、マルチチェーンシステム、コスモス、ポルカドット、アバランチ。多大な努力と、近年のブロックチェーン開発の進歩により、ブロックチェーンが可能になりました。他の人と取引をします。例えば、コスモスエコシステムは許可されています。ユーザーが接続できる互換性のあるアプリケーションを作成する。ブロック間通信、IBC を介して他のチェーンに接続します。分散型ホスティング、より一般的には、エンドツーエンドの分散型の概念。インターネットコンピューター ICP に代表されるプラットフォームは、完全にスケーラブルで相互運用可能な分散型台帳及び元帳ソリューションを提供する次世代のブロックチェーンとみなすことができます。計算レイヤー、仮想マシンとスマートコントラクトの計算、分散型ネームサービス、分散型ストレージ、分散型サーバーによる完全な Web3 アプリケーションをホストします。しかし、将来的には何が待ち受けているのでしょうか。明確ですが、ブロックチェーン3、例とブロックチェーン4、例の定義はありません。主なテーマは次の通りです。議論のために、明らかに関連のないサービスと業界のためのソリューションの作成です。経済とテクノロジーが進化し革新し続けるにつれて、可能性、他のセクターへのブロックチェーンテクノロジーの普及は無限のようです。開発は私たちが考えるよりも進んでいるかもしれませんが、ブロックチェーンテクノロジーはサプライチェーン、サイバーセキュリティ、投票、ヘルスケアに統合することができます。とはるかに。これらの業界はすべて、トレーサビリティを向上させ、効率を向上させるスケーラブルな集中型元帳の恩恵を受けることができます。中断を減らし、トランザクションのセキュリティと速度を向上させます。読者は1と2を参照することができます。ブロックチェーンのトリレンマ、バイタリック・ブテリンによって名付けられたは妥協点を設定します。分散化、スケーラビリティ、セキュリティの間。それは多くの人に挑戦します。開発者は包括的なソリューションを提供する必要があります。近年、ビットコインの非常に低い帯域幅に対処するために多くのプロジェクトが実施されています。イーサリアム。それらのほとんどはスケーラビリティに焦点を合わせており、完全な分散化を犠牲にしています。特にトロント EOS は、半分3型モデルのプロジェクトです。アルゴランドは、トリレンマを解決する最初の純粋なプルーフ・オブ・ステークプラットフォームであると主張していますが、他のブロックチェーンから隔離されています。異なるチェーン間で価値観の交換と相互コミュニケーションがあります。無理だよ。これがコスモスとポルカドットの誕生の動機です。プロジェクトは、ブロックチェーンのインターネット、つまり、資産とデータを他の人と共有するための分離されたチェーン。一種のチェーン間相互運用性は、そして、私たちが再び会うまで、それは私にとって全てです。